富士見から販売されている、700分の1、カンネクストシリーズ、空母赤城の制作動画です。艦船模型は塗り分けや合わせ目消しの順序を考えながら作ったりするようですが、今まで艦船模型を作ったことがなくうまく作れるか不安だったので、接着剤を使わなくても組み立てできるカンネクストシリーズを作ってみることにしました。接着せずに組み立ててから製作手順の確認をして分解すれば失敗のリスクを減らせると目論んでいます。艦船模型は別売りのエッチングパーツを使用して完成度を高めることもありますが、専用のものは入手性が悪く購入できなかったので、ほぼキットそのままで作ることにしました。接着剤を使わず、説明書の通り組み立てます。普段はゲートとパーキングをやする作業を、後から全てのパーツをまとめて行うのですが、似たような形のパーツ同士が混ざってしまいそうで、どこの部品かわからなくなりそうでした。そこで、ゲートとパーキングを処理したら、こまめに組み込んで、分解する必要がないところは、なるべくばらさずに塗装まで持っていこうと思います。仮組みを終えて確認してみたところ、やはり船体の合わせ目消しをする前に内側の塗装はしておいた方が良さそうです。組み立てを終えて休憩がてら鑑賞していたら、気になる形状のパーツを見つけました。調べてみると、方位測定器のアンテナ線のようで、実物は環状の導線を交差させたもののようです。プラスチックで導線の細さを表現するのは不可能ですが、キットのパーツとは雰囲気が異なるので、少しでも見た目を近づけるため、ドリルで穴を開け、輪っか状の形を再現してみました。先に塗装する部品を取り出すために、分解していきます。ただ、くっついていた方が塗装しやすそうなところは、分解せずプラセメントでくっつけていきます。側面の構造物は、小さなパーツの組み合わせで構成されていて、一部のパーツは、船体から外してしまうと、しっかり保持されないものもありました。そういったパーツを分解してしまうと、本来の位置とはずれて接着してしまう恐れがあったので、船体につけた状態で、ある程度まとまったパーツ同士を接着します。接着剤が乾燥したら、裏側から押し出すようにして、一塊になったパーツを取り出します。一通り分解して、先に塗装するパーツを取り出すことができたので、一度塗装作業に移ります。先に塗装するパーツにサーフェイサーを塗っておきました。合わせ目消しを行うところは、サーフェイサーを拭く予定なので、塗ったところとそうでないところで、仕上がりの風合いに差が出ないように塗っておきます。しかし、今回使用する塗料は発色しやすい色ばかりなので、サーフェイサーは不要だったかもしれません。リノリウム色から塗っていきます。この色で塗るところは、分解せずに塗れる部分もありますが、後回しにしたところでマスキングなどの手間は変わらないので、このタイミングで塗ってしまいます。完備側の甲板は搭載艇のレールとターンテーブルの造形があるので、筆で塗り分けしました。次に、グレーを塗装します。塗り分けが必要なパーツはマスキングしてから、エアブラシで軍艦色を塗装しました。搭載艇は軍艦色を塗った後に、筆で細かい部分を塗っていきます。甲板に搭載する船は、全体が組み上がってしまうとほとんど見えなくなってしまいますが、グレー一色では物足りないので、雑にですが塗り分けておきました。船体の内側に組み込んでしまう部分は、後からでは墨を流したり、拭き取ったりできそうにないので、墨入れも済ましておきます。入り組んだ場所なので、影が強めに落ちるだろうと思い、黒色を使いました。
以上で先に塗っておきたい部分の塗装が終わったので、船体の接着作業に移ります。船体を組み立てる前に、先に塗装したところをマスキングしておきます。合わせ目を消した後、再び軍艦色を塗りますが、その時になってマスキングしようとしても入り組んだところは手が届かないと思ったので、組み立てる前に作業しておきました。船体を組み立てて、接着していきます。船首と船尾の合わせ目はプラセメントで接着しても、指で押さえていないと開いてしまうので、裏側から瞬間接着剤を流し、効果促進スプレーを使って開かないように固めておきました。接着剤が乾燥したら、ヤスリでパーツ同士の境を鳴らします。側面と底のパーツとの間に段差ができてしまったので、粗めのヤスリで段差がなくなるまでヤスりました。粗めのヤスリはよく削れますが、このまま塗装するとヤスった時の傷が残ってしまうので、そうならないように細かめのヤスリを使って傷を鳴らしておきました。粗めのヤスリの傷が大体消えたら、うまく合わせ目が消せているか確認するために、サーフェイサーを塗ります。次の作業で、鑑定色を塗るつもりなので、ついでにそこも塗装しておきました。合わせ目はうまく消せていましたが、粗めのヤスリをかけすぎたようで、不自然に凹んでしまったところを見つけたので、修正します。筆を使ってサーフェイサーを凹んだところに盛り付け、乾燥させます。あとはヤスリで鳴らすだけですが、サーフェイサーは空研ぎするとすぐにヤスリの目が詰まって削れなくなってしまうので、耐水ペーパーを使い水研ぎしました。ヤスりすぎると、また凹ましてしまうので、盛り付けたサーフェイサーを削り切らないように注意して、指で触って段差を感じない程度で留めておきます。合わせ目があったところもまだヤスリの傷が見えるので、水研ぎしておきました。これで、船体の合わせ目消しが完了したので、再び塗装作業を行います。船底を塗装します。サーフェイサーが削れていて、プラの色の違いで境界がわかるので、それを頼りにマスキングしました。マスキングをせずに鑑定色を塗ると、軍艦色との境目に目印がなくなってしまい、鑑定色を保護するためのマスキングテープを貼る位置がわからなくなりそうだったので、二度手間のようですが、このタイミングでもマスキングすることにしました。次は、軍艦色を塗ります。その前に、マスキングを貼り直して、サーフェイサーを拭いておきました。グレーの部分は一番面積が広いので、見栄えを意識してグラデーション塗装をしたかったのですが、造形が細かすぎてエアブラシ塗装ではできそうになかったので、ベタ塗りすることにしました。外しておいたパーツも忘れずに塗装します。続いて、甲板の塗装です。こちらも一応サーフェイサーを拭いてから、単で着色を行います。その他にも、菊花紋章やスクリュー、台座など塗装しましたが、単調な作業だったので割愛します。エアブラシ塗装で、陰影をつけるのは諦めましたが、それでは物足りないので、ウォッシングを行い影をつけていきます。通常ウォッシングは薄めに希釈した塗料を塗って、その後、綿棒などで拭き取りを行います。その際、拭き残した塗料が自然な感じの汚れを再現してくれますが、細いアンテナや支柱のようなパーツがあるので、破損させることなく拭き取りを行うのは困難に思えました。そこで、エナメル塗料のジャーマングレーをさらに薄めに希釈して、筆で塗り付けるだけにします。薄めた塗料は、凹んだところや造形がある部分に溜まり、逆に平らなところには流れてしまって、あまり残らないので、拭き取りをしなくても、影を演出することができます。甲板には、ブラウンでウォッシングします。
木の風合いを表現するには黒やグレーよりも茶色の方が合っていると思い、全体とは色を変えてみました。こちらは拭き取りも行います。引っ掛けて破損してしまうようなパーツはないですし、拭き残した感じが木目のように見えるので、雑に拭き取っておきました。甲板に貼るデカールがあるので、作業していきます。こんな大きなデカールを貼るのは初めてですが、平面に貼るのでなんとかなると思います。ただし、貼る位置を間違えなければですが、着艦標識と対空識別標識が書かれているデカールの位置を間違えて貼ってしまいました。デカール軟化剤を塗った後だったので、もうダメかと思いましたが、乾燥前に気づいたので、なんとか剥がして貼り直すことにしました。位置の修正は、丈夫なデカールだったおかげで破損させることなく直すことができました。少しシワが寄っていますが、軟化剤を塗る、綿棒で押さえる、乾燥させる、を2、3回繰り返したら、綺麗になくなりました。残りのデカールも貼っていきます。甲板の目地の表現で筋彫りが入っているので、デカールを彫りに密着させるために、軟化剤をたっぷり使って密着させます。すべてのデカールを貼り終えたら、しっかり乾燥させます。デカールには独特のツヤがあるので、ツヤ消しクリアーを拭いて他のところと質感が合うようにしておきました。以上で塗装が終わったので、最後の仕上げ作業に移ります。最後の組み立てをします。仮組みをしているので問題なく組めるはずですが、塗装をした分パーツの厚みが増えているので、差し込む際の抵抗が大きくなっています。力みすぎてパーツを折ってしまったり、塗装を傷つけないように注意しながら組み立てました。軍艦機はシールが付属しているので、説明書の指示に従いマストに貼り付けます。最後に、別で作っておいた艦載機を甲板に置けば、空母赤城の完成、とはならず、軍艦機を直接貼り付けたのが気に入らなかったので、ロープを使って計量しているように変更します。と言っても、かなり細かい部分であまり凝ったことはできそうにないので、簡単な方法で済ますことにしました。黒く塗った細い針金をロープに見立て、マストと甲板に接着します。先ほど貼った軍艦機のシールを再利用して針金にくっつければ、軍艦機のディテールアップの完了です。これで、今度こそ空母赤城の完成です。今回、艦船模型初挑戦ということで接着剤を使わなくても組み立てられるキットを選び製作しました。そのおかげで、塗装や接着の順序を考えなければならない作業を効率的に進めることができました。しかし、細かいパーツをきつめのダボ穴に差し込む作業も多く、破損させないように気をつける必要があって苦労させられました。塗装は、リノリウム色など実物の色がうまく想像できないものがあったので、調色はせず、すべて市販されている専用の色を使用しました。別売のディテールアップパーツを使用せず製作しましたが、鉄骨の柱や梁の部分を組み立てている時に、エッチングパーツを使う理由を垣間見たような気がします。次に、艦船模型を作るときは、エッチングパーツにも挑戦したいです。